皆さんこんにちは。スティーブ的視点のスティーブです。なぜもともと日本に全く興味のない人、スティーブは興味を持つようになったのか。今日はそのことについてちょっとお話ししようかなと考えておりますのでよろしくお願いします。忘れる前にチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では、1988年に戻りましょう。ニューヨーク生まれ、ニュージャージー出身で、ウィスコンシン州立大学に1988年に行きました。その時はもう最初からビジネス、の専攻をしようというのは間違いなく、どの方向でビジネスの勉強をするのかってはまだ決まる前だったんですが、とにかくビジネスに興味があって、その勉強をしようと、ウィスコンシン州立大学で。ウィスコンシンに着いた時にビジネスクラス、本格的にビジネススクールに入る前まではいろんなクラスを受けないといけない。その中では一つは、政治学、別に選べるクラスの中から政治学の比較的に政治学をもう比較するクラスが一つがあって、その中でアメリカ、イギリス、中国と日本の政治を比較するクラスなんだけれども、日本の話になってきたらすごい面白いところがいっぱい出てきた。その先生も日本にすごい興味を持ってた、もともと日本にものすごい詳しい先生だったんですが、日本の話になったらよく日本の国民性、日本人について自分は知らなかったこととか、日本人についてこういうところがあるんだ、日本の国に関してはその鎖国、時代のこととか鎖国の話とか、そこから戦争の話とか、また戦後の話とか、日本の産業とか、そしてちょうど1988年80年代でアメリカ国内で日本製のものをどんどん増えてきている中で、なんか日本は面白いなと思ったいくつか特に、その時がありました。その後にもっと日本についてもっと勉強したいなと、日本の歴史とか文化とかなどなどといろいろ勉強をしたいところがいっぱい出てきた。その政治学の勉強の中からすごい日本が面白いなと思って、その時は初めてやっとなんかこれから急成長の日本のアメリカの中ですごい頑張っている日本、これからもしかしたら世界一の経済になる日本のこととビジネスの専攻を合わせてやったらなんか面白い道作れるんじゃないかと思って、大学の3年生からもうビジネスの専攻をしながら日本語も合わせて勉強することにしました。その時にやっぱり日本語っていうのは言葉だけじゃないっていうのはよく理解しました。なぜかというと、日本語の言葉だけを勉強しても多分日本の文化、日本の国民性、日本の他の深いところまでは理解できないんじゃないかっていうのはいろいろ気づいたわけですよね。で、それで文化、日本の歴史などなどについてもっと勉強すればいいと。ビジネススクールの中でも当時アメリカの多分ビジネスの専攻の大学生に当時から日本はなぜこんなに成功しているのか、なぜこの小さな国がこんなに大きくなろうとしているのか、これちょっと真似していかなきゃいけないところがあるんじゃないかというふうにいろいろ教えられたわけですよね。その中の一つは日本のグループワーク。もうアメリカ人はもともとやっぱり一人一人、の考えが多いんですよね。自分、me、I、私のことしか考えない。しか考えないわけじゃないんだけど、自分はもうアメリカ人として自己中心なんですね。自分はもう真ん中にあって、あとはメインステージにあるのは自分から他に周りがいるんだけれども、グループとしての考え方とか、特にグループワークのこととかの考え方が当時まであまりなかったんですね。でも日本の工場でいろいろ Just in Time、JIT、トヨタ社が作ってた考え方とか、また多分マツダも Just on Time があったのかな。
そういうのもあったりとか、日本人はグループでうまく仕事をすることをよく教えられたんです。実は大学4年生の時就職活動が始まって、フォード自動車まで、ミシガンまで行ってきたんですよ。その時に一つのグループで一人一人の面接じゃなくてグループ面接というか、他の大学生と組んで一つのプロジェクトをする。どういうふうに一人一人の動きを見ながらグループワークでこの人はどこまでできるのか、その考え方がおそらく日本から、来たことだと思います。そしてその時からもよく目に入ったのは日本の細かさ、日本のディテールに本当に集中して一つ一つを丁寧に最初から最後まで仕上げる日本人のその国民性にそういうのがあったっていうか、本当に多分一番目立ってたのは戦争、わずかその時88年だったから40年ちょい前に戦争で負けた国が、やられた国が本当にどうやってこんなに急激に全世界一の経済にできるのか、それはね、もっと知りたくてもっと勉強したいところがいっぱい出てきたんです。まあさっき言った、ジャスティンタイムとか JT とかあったんだけど、日本人のその細かさとか、あとその頑張ろうっていう一つの越して辛い戦後のことをみんなの力でグループワークでもう日本人として力を合わせて世界一のもう国を作ろう、世界一のものを作っていこうという考え方が素晴らしいなと、素晴らしい考え方だったと思います。アメリカ人としてそういうアメリカ人にそういう考えが、当時特に自分にはそういう考えがなかったので、それ遠くから見たアメリカ人として素晴らしいなと思って、もっと勉強したくなりました。アメリカに追いつけ、アメリカに追い越せという気持ちあったんですよね、当時日本には。アメリカに逆に日本に負けるなっていうスローガンまであったかもしれないんですけど、その小さな日本、強大なアメリカには負けない、世界一になろうというなんていう気持ち、その考え方が素晴らしいと思いましたね。で、大学3年生の時からかな、日本語の、言葉の勉強もし始めたんです。スティーブはダメでしたよ。本当にもうクラスの中では一番下の方にいた、全くもう日本語できなかった、もう挨拶さえもできなかったスティーブだったんですが、負けるなって、もう追いつけ追い越せみたいな感じになったと思いますね。できる、頑張ればできる。でもその時に気づいたのは、日本語というのは言葉だけじゃないんですよね。言葉で言わない日本語、そして日本人じゃないと、日本人の心じゃないと伝わらないことがいっぱいある。目線のこともあるだろうし、手の使い方とか呼び方とか、相づちとか挨拶とかおもてなしとか、言葉にはもう説明できないところもいっぱいあるんじゃないかって少しずつ気づきました。日本に始めていたのは、その大学4年生になる、直前のその夏休みの時、日本に初めて気づいたのいろいろちょこちょこ本で教科書で勉強していたものが目に入ってきたからこそ、よくもう目が開きましたね。日本人の真面目さ、特に真面目。アメリカ人は真面目な人ももちろんいるんだけど、ちょっと不良っぽい人、俺も含めてが多いです。不真面目、ジョークしながら。でも日本人はそうでもなかったんですね。仕事は特に当時もうホームステイ先は養鶏場だったんで、養鶏場の中の仕事でもそんな細かい仕事ではないって思われるかもしれないんだけど、一人一人のその卵を取ることとか、卵をパックすることを必死に集中してでやってたおばさんから若い人まで、
逆にランチタイムになった時に休憩の時に真面目にこう、ね、休憩もすることなんですよね。適当じゃなくて本当にその時間になって連続テレビドラマが始まった時に一言も言えない。みんなを見てた。こういうグループワーク、グループタイム、グループ休憩までやってた日本人。アメリカ人は多分違うと思うんで、やっぱりその一人一人のところがあった。その時からできた友達もいっぱいいますよね。その時は気づいたことは、教科書で勉強していた日本語、丁寧語、謙譲語、尊敬語、正しい日本語を勉強して大学で勉強してよかったなと。どんだけ必要なのか、どんだけそういう日本人の心、日本人の国民性、日本人の文化まで、日本の文化までは言葉に含まれているのか。日本語をそこまで勉強しないと、勉強させられないと、三浦先生、森先生、マクロイン先生、皆さんに感謝です。厳しい目で、厳しくそれ教えられた、何回も何回も復習させられたことに今となってもう感謝です。自分を下に相手を立たせることが、それこそ日本の年功序列とか、日本の社会の縦社会というんですかの中では、やっぱり自分より年上、自分より偉い方、自分より立場的に会社の中の方に対する喋り方と、友達同士でビール飲みながらカラオケ歌いながらという話し方とか全然違いますよね。これだけを覚えちゃうと、日本の会社の中で、日本の社会の中でやっていけないですよね。外国人だから特別扱いとかってされることもあるんだろうと思うんだけど、私はそれ嫌だったな。特別扱い、外国人だからって特別扱いしてほしくなかったんです。日本人並みにやりたかったんですよね。日本人と同じようなやり方は難しかったですよ。あんまり真面目じゃない、自分のを自己中心のアメリカ人として日本でそれやるのが難しいところがあったんだけど、もちろんいろいろぶつかりながら、いろんな失敗しながら、勉強になったこと、そして日本のことわざは、失敗は成功のもとっていうことわざありましたよね。いいことわざでしたよね。日々前進、今でもとなっても大好きなことわざはあります。日本語も勉強しても、言葉だけを勉強しても、逆に漢字まで勉強しないと、そういうことわざの意味もなかなか理解できないところもある。日々前進で見たら、なるほどな、毎日日々一日もう少しずつでも先に進むっていうのは、それもそこまで勉強しないとなかなか難しいところもあるんだけど、そこに入っちゃうと意味がよりなんていうのか、意味が響くようになりますよね。より日本人の考え方と、日本人のなぜ日本は成功できたのかっていうことをより深く、分かるようになったことが、ありましたね。日本語を選んでよかったなと思います。日本語だけじゃなくて、日本にいて日本で働いたこと、サラリーマンのその経験があってよかった。日本語を覚えてよかった。漢字まで覚えてよかった。日本人の友達が年上からもう同じ同年配、同じ同僚、大学生と同じ年の人との付き合いがたくさんできてよかった。よりたくさん日本のいいところと、ちょっと汚いところもまでいろいろ勉強できてよかったなと。スティーブのスタートでしたね、人生の。で、スタートって言えば今51歳となってまだまだこれからですよ。勉強することが多くて、分からないことも多くて、日本に帰るたびに目が開いて、また目にそれまで入れなかったところ、もしくはそれだったらこれは日本のすごいところはここにもあるんだ、日本のいいところこういう言葉もあるんだとか、まだこれから新しい発見、基礎があるからこそ新しい発見とか、これから日本も楽しみですよ。頑張りましょう。アメリカも日本もおっさんたちも、ね、おばさんたちも若い人も、スティーブの言葉の中で響いたことがあれば、
外国語、アメリカとかについてもっと勉強したい若い人もいるんだろうと思うんだけど、言葉だけじゃないですよ。国民性まで、文化まで、歴史まで、いろいろちょっと勉強してみてください。よりいい経験になると思う。よりその国のことについて詳しく、覚えられるようになると思いますので、日々前進、前向きに、サムズアップ的にね、やっていきましょう。チャンネル登録といいねも、もしよかったらサムズアップもいいねを入れてくださいね。そして stevepov.jp に新しい新商品ありますよ。新しいトレーナーが2、3種類あるのかな。ウィンドブレーカーもステッカーもいろいろあるのでチェックしてね。ではまた次回まで、サムズアップですね。よろしくお願いします。失礼します。